はいどうも、いつきんと申します。普通の動画を投稿するのは久々な気がしますが、今日の動画は新しいキャラクター、アミドが告知されましたので、そちらをね、いつも通り見ていこうかなと思います。さあ、アミドなんですが、まず見た目からですね、見ていきましょう。はい、こちらになります。ストーリーとかをね、よく確認している人はもう知ってると思うんですが、すでにね、出てきていた英雄なんですが、見た目がですね、これめちゃくちゃ変わってて、このイラストにも、元の見た目、ちらっとね、出てるんですけども、元がね、こういう感じの英雄でした。まあまあ、ちゃんとイラストは用意されてるんですけど、ちょっと、こう、プレイアブル、使えるキャラクターの中では、手があまり加えられてないかなっていうところだったんですが、今回、プレイアブルで実装されるにあたって、このようにね、イラストが一新されたということで、結構これイメージがね、変わってて、もともとはめちゃくちゃおとなしそうな感じだったんですけど、この新しいイラストは妖艶な感じがして、かなり、好きになった人も多いんじゃないかなと思います。そんなアミドの性能はこちらになります。氷属性のプリースト金牛級ということで、同じプリーストで言うと、レイと同じステータスになっています。スピードが117とめちゃくちゃ速くて、効果抵抗が高めですね。これはおそらく、敵の最速英雄のデバフを、抵抗してからアミドを動かせというような想定がされているのかなということで、刻印集中も効果抵抗率になっています。なので、最速に近いスピードで、刻印集中も効果抵抗率っていうことは、これは突してくれというような、ステータスになっています。さあ、この英雄が一体どんなスキルを持っているのか、まずはスキル2から見ていきます。スキル2が味方全体にスキルダメージ無効を1回付与し、アクションゲージを最大25%アップ、さらに追加ターンを発生させるという性能になっています。驚異的なアクションゲージ25%アップ。今まではですね、月 A バサールの全体30%が最大だったので、非月 A キャラではおそらくトップ、全体アクションゲージ25%はトップになると思います。さらにですね、非攻撃スキルなので、非攻撃に弱いんじゃないかという心配もあるんですが、やや弱くはあるんですけど、なんとスキルダメージ無効を付与するので、例えばポリティスなんかの全体攻撃はダメージを受けませんし、セリンの、スキルも、1回は無効化できるということで、特にセリンなんかは、こう飛ぶ先が悪ければ全部スカルみたいなこともね、こう倒したい敵にスキル無効を剥がせないみたいなことも考えられるので、結構厄介なんじゃないかなと思います。さらに、おまけに追加ターン発生もついてくるということで、めちゃくちゃね、盛りに盛られたスキルになっています。で、デフォルトのスピードが結構速いので、例えばまだあんまり英雄が揃ってないという人はですね、単純に引き上げ役としても、十分使える英雄ですので、非常に、使いやすいスキルなんじゃないかなと思います。そしてスキル3、自身以外の味方単体の弱体効果を2つ解除し、速攻バフを付与、攻撃力アップを付与するという風になっていて、新バフ速攻というのが、追加された、こちらも非攻撃スキルになります。速攻はですね、ターン終了時、アクションゲージが50%アップするという、またまた新しいね、感じの、バフになっています。なので、速攻を付与する英雄としては、全部、スキル1から3までが全部攻撃スキル。スキル3を打った後に速攻でアクションゲージが上がってきて、さらに強力なスキル2を打つみたいな、動きができる英雄と相性がいいのかなと思います。例えばなんですけど、規制ですね。氷規制。スキル3にデフォルトでゲージアップ50%がついているので、例えばアミドから動いた場合、規制のスキル3を打つとゲージ50%プラス50%アップで、実質追加ターンのように動けます。これは、公式の動画でもね、実践紹介でやっていました。もしくはですね、基本的に規制の方が速くなると思うので、最速規制のスキル3から入っても、このアミドめちゃくちゃ強いと思います。スキル3で規制が動いた後、アミドを使えば、
スキル3を打った後のキセに、この速攻がつきます。なので、そのまま、キセがスキル2を、打った後、この速攻が消化されて、相手のね、潜伏とかを剥がした後に50%ゲージアップしてきて、キセのスキル1を打てるというような動きもできるので、潜伏系のキャラにとってはかなり嫌な動きをされるんじゃないかなと思います。特に、ウィンターとかは結構厄介なキャラなんですけど、この規制を決めれば、多分ウィンターは、潜伏しても、スキル2からスキル1のコンボで一気に沈められるんじゃないかなと思います。他には火のカーベリックなんかも強いですね。今でも強いんですけど、自前でゲージアップがこれはないので、2回目動く前にね、全体攻撃とかで、足を止められちゃうということもあったんですが、この速攻があれば、例えばスキル2を打った後にゲージアップしてきて、スキル3の全体攻撃をこう素早く打てるというところで、これもまた潜伏系のキャラに強いですね。やっぱり今、潜伏が強い感じはあるので、その辺をね、こう全体攻撃で処理していってくれというような意図が見えます。で、このスキル3、弱体効果の解除もね、ついていますので、アミドの古代遺物、後で紹介するんですけど、それを使えば光リリアスにも完全に対応できるんじゃないかなと思います。さあ、そして、スキル1ですね。通常時は、自身のみ。根力を使うと味方全体のアクションゲージを最大 15% アップさせれます。これも強いですね。スキル2と3を、何らかの状態で打てない場合でも、このスキル1だけで結構状況を変えれる場面あると思うので、置物にもちょっとなりにくいのかなという感じはします。はい。そして、古代遺物ですね。こちらが攻撃以外のスキルを2回使用したら、攻撃力が最も高い味方のアクションゲージが上がって、確率でクリティカルダメージアップのバフを付与するというものになっています。これも強いというか、使いやすそうな、遺物ではあります。例えばエミリアとか DNA とかでも使えますし、対人戦やらないっていう人も、ルリなんかもね、スキル3で変身した後、さらにスキルで、飛行撃を2回使うので、バフをつけれる可能性もあるということで、これも1枚は持っておいて損はないかなという、遺物になっています。はい、というわけで、紹介してきたんですけども、めちゃくちゃ強い、RTA だと多分相性を考えながら、例えば規制だけをピックしてたら使えなくなっちゃうこともあるでしょうし、こう、アミドと相性のいい英雄をどう組むかっていうのは難しそうなんですけども、性能自体は、かなり強いと思います。それもそのはず、なんとこのキャラ限定ということで、オリジナルのキャラの限定は久々ですかね。ちょっとあんまり意識してないのであれなんですが、限定キャラということで、引くか引かないかで言ったらとりあえず1体は引いとけという評価になりますが、素直にね、これが向上だったとしてもめちゃくちゃ強いんで、間違いなく引けという評価になるとは思うんですが、1体はね、ゲットしておいた方がいいと思いますし、対人戦で使うなら、ちょっと効果抵抗は盛りたいので、凸してもいいんじゃないかという感じはします。で、異物はさっきもね、言った通り、異物も限定になりますので、これも1枚はね、絶対、取っておいて、何らかのプリースト、単純にアミドで使うのが一番良さそうではあるんですが、使える英雄はね、結構多いので、1枚はあって良いかなと思います。というわけで、見た目も良し、限定でもある、そして強い。引かない理由はないでしょうということで、僕もね、もちろん引くとは思うんですが、しおりがちょっと前回使いすぎてあまりないので、どうしようかなと。凸まで行くかどうかは、まだ来週なんでね、時間がありますので、ちょっと考えて引いていきたいと思います。はい。というわけで、今回、新限定キャラアミド、2月の23日実装ということで紹介させていただきました。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。